チワス、にゃじです。今回はまたアケコン動画。少しずつ竜攻略メモは溜まってきているので、スト6攻略動画は今しばらくお待ちください。さて、今回レビューするのはこちら、ジャンプハックエアー。前回レビュー動画を作成した03の設計をもとに、磯目さんが自分専用機として開発していた新アケコン。X で公開した際に、売ってくれの声があまりにも多く、プロトタイプとして販売開始、プレゼント企画も行われています。前回の動画は自腹購入した03レビューでしたが、今回は磯目さんから提供していただいたものでのレビューになります。提供にあたり本音レビューでという条件がありますので、今回も忖度なく、のんでり猫として感じたこと、思ったことを遠慮なく喋ります。少しでも参考になったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは早速行ってみましょう。先に注意点なんですけど、こちらは2024年2月時点でのプロトタイプです。あくまで現時点では試作機。今後仕様が変わる可能性があることをご了承ください。まずは商品の大きさから。縦横は03とほぼ一緒。そして薄さがなんと約 9mm。03と比較するとこんな感じ。03もめちゃくちゃ薄いのに、それを超える薄さ。これ以上薄いアケコンは存在しないのではと思うほど。裏面を見ると薄さの理由がわかります。なんと底板が基板になっており、スイッチのお尻がこんにちは。軸丸出しという斬新すぎる設計なんですが、軸は基板にハンダ付けされています。ネジ部分が段差になっているため、軸が机に当たることはないです。通常の使用方法なら取れることもないでしょう。天板を外すと中身がこんにちは。裏面のジャンプハック表記がかっこいい。03にあった独自機構は静音タイプで標準装備。軸も同じく MX のロープロ銀軸。基板も見る限りは03と一緒なので、基本仕様は03と同じだと思って差し支えないです。最大の特徴はやはりこのアルミ天板。アルミ素材のおかげでこの薄さながら十分な強度を維持できています。薄すぎて壊れそうかなって警戒していましたが、多少粗雑に扱っても壊れない程度には安心感があります。さすが金属。僕はしないけど大パンしても壊れなさそう。僕はしないけど。表面はね、もう普通の金属の手触りです。手を置いて操作する上で不快な感触はゼロです。アルマイト処理みたいのはされてるのかな？ごめんなさい、全く詳しくないので調べる手段知らず。申し訳。そんなわけで商品仕様でした。続いて、実際に長期間使ってみて、同じく長期間使用した03と比較したレビューです。感想1つ目、ボタンの使用感は03と変わらない。ボタン周りの仕様は03と一緒なので、押し心地は03と一緒です。つまり、最高ってこと。静音タイプの独自機構が本当に素晴らしい。インフィル先生も最もスト6にふさわしいコントローラーとして最上級の褒め紹介をしていました。前回投稿した03レビュー動画でボタン使用感の詳細を語っているので、そちらもご覧ください。端的にまとめると、詰められたストロークと MX 銀軸による高性能ボタン。しかもボタンキャップが 25mm で押しやすい。位置が絶妙なスト6に相性20丸な追加ボタン。独自機構による高い静音性。とにかく大満足間違いなしの性能です。感想2つ目、薄さゆえに手のひらが痛くなりにくい。前回気になるポイントとして話した手のひらに角が当たって痛い問題。03はアクリルなので、ヤスリで角取りができたため簡単に解決しました。エアーはアルミなので、少なくともアクリルよりは削るのが難しそうと考えていたんですが、薄いおかげで手のひら位置に圧がかかりにくく、無加工で長時間プレイしても無加工03よりは痛くなりませんでした。ラウンド加工がされていたらそれはもう最高の使い心地になることに確信があるんですけど、無加工でも全く問題なく気にせず使えています。ただ、手の大きさによってはもしかしたら気になる人はいるかもしれません。感想3つ目、アルミ素材の安定感。純粋にアルミ素材の安心感があります。そもそも乱雑な使い方なんてしないし、頻繁に持ち運ぶ人間でもないので、素材による使用感の差なんて気にならないだろうって思っていたんですけど、手のひらが触れる感じやちょっと位置を動かす時などなど、アルミ素材の良さを頻繁に感じています。小さい傷が気にならないのもポイント高いです。アクリルはね、細かい傷がどうしても目立ちますが、アルミにそんなやわな傷はつきません。それはがっつりぶつけたらへこんだりはするでしょうけど、ちょっとやそっとで気になるほど大きな傷はつかないです。すんごい抽象的なことしか言えないんですけど、とにかくアルミいいっす。うまく言語化できなくて磯目さんごめん。本音レビューということで、ちゃんと気になった点も動画化します。気になった点1つ目、使い始めの瞬間かなり冷たい。はい、金属なのでとても冷たい。今近くにある金属製のものに手のひらを置いてみてください。
それです。その冷たさです。ひんやりをやや超えてくる程度の冷たさ。これはね、素材の都合上仕方がないですね。アルミ自体は熱伝導率に優れた金属なので、手を置いて10秒もすれば体温が伝わり、もう気にならないです。でも最初、冷たいっす。そして2つ目、滑り止めがない。これは前回のね、03で話した内容と一緒です。滑り止めがないので、無加工だとまあまあ滑ります。僕は03と同じく滑り止めシールで対応しています。インフィル先生も同じようなコメントをしていて、それを受けて磯目さんが滑り止めの試作をしているそうなので、製品版でいい感じの裏面になっていることを期待して待っています。以上、気になった点でした。さて、ここまで見てくれた人が絶対に抱くであろう疑問。03とエアー、どっちがいいの？結論、人によるで終わりなんですけど、いくつか選ぶ基準があると思ってます。一番大きいポイントとしては、静音タイプを使いたいかどうかです。この動画を編集している2024年3月時点で、03が 29,800 円に静音追加 5,000 円プラスで 34,800 円。エアがデフォルトで静音タイプの 34,800 円。そうなんです。静音タイプを追加した場合、値段一緒なんです。磯目さん、採算大丈夫？僕はね、静音機構を気に入りすぎてるので、買うなら静音タイプをおすすめはしますが、オリジナルタイプもダウンがめっちゃ気持ちいいです。一応静音タイプよりもオリジナルの方がストロークを詰めているので、極限まで性能を求める。あるいはコスパ重視の方は03のオリジナルタイプかなと。逆に静音性が欲しいなら僕はエアーをおすすめします。実際の使用感がとてもいいので僕はエアーがメイン機になってます。ただ初期不良以外の不具合は無保証だったり、あくまで試作機という点が比較した時の欠点ですかね。またあなたがアケコンをよく持ち運ぶ使い方をするのであればエアーを強くおすすめします。03より薄いことで持ち運ぶ際の利便性が高いことは明らかですし、アルミ素材の耐久性、傷のつきにくさは外せないポイントです。そんな箱版やるアケコンはな人はエアーと03で大きく満足度は変わらないはず。そもそもエアーと比較したらという話なので、03もアケコン界隈で見たらトップクラスに持ち運びしやすいですしね。ともあれ、商品の完成度という点では03の方が高いとは思いますが、実際の満足度という点ではエアーの方が高いと思ってます。試作機なのにここまでの完成度があることに驚きです。何を求めるかによって満足度は多少変わるとは思いますが、どちらも最高峰のレバーレスアケコンであることは僕が保証します。そんなわけでエアーのレビュー動画でした。提供いただいた時点で世界に3台しかないという貴重すぎる提供品だったにもかかわらず、動画投稿が遅くなり大変申し訳ありませんでした。当然今も手元に03、エアー、パンクワークショップ、ヒットボックス、スティールボックス、たくさんアケコンあるので、比較して気になっている点などがあれば気軽に質問コメントください。ちゃんと全部にお答えします。長くなりましたが今回は以上。それでは皆さん良きアケコンライフを。バイバーイ。